皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は成田山新勝寺参道食べ歩きのご紹介です。成田山新勝寺といえば、お正月の時期になるとテレビ CM をよく見かけますよね。新勝寺は年間1000万人、正月三が日だけで300万人もの人々が訪れる場所なんですよ。成田駅の前から約800メートル続く参道は、江戸時代から門前町として栄え、今でも当時の面影を残している場所なんです。しかもこの日は9月15日で成田祇園祭り。参道食べ歩きだけでなく、お祭りの様子なんかもご紹介していきたいと思います。それでは最後までご覧ください。参道食べ歩きのスタート地点は JR 成田駅です。ちなみに向かいには京成成田駅もありますよ。行かれる際はアクセスのいい方をお使いくださいね。駅のロータリーには成田からくり時計があります。定刻になると、ちょうど今日開催されている成田祇園祭りや歌舞伎のからくり人形が現れるそう。この時は見ることができなかったのですが、いつか見てみたいですね。さて、ロータリーからすぐに新勝寺へと続く参道の入り口があります。成田祇園祭りということで、多くの人で賑わっていますね。歴史あるお寺の参道ということから、昔ながらのお店が立ち並ぶ様子を想像していましたが、歴史のありそうなお店の中に最近のスイーツ店もあり、老若男女楽しめそうなお店が立ち並んでいます。食べ歩きのしがいがありますよね。歩いていると何やら人だかりができていますよ。成田の観光 PR 大使のうなりくん。うなりくんはうなぎと飛行機がモチーフになっているよう。さて、9月になったとはいえ、まだまだ暑いですね。熱中症に気をつけないとね、なんて夫と話をしていたら、いいものを見つけました。きゅうりのお漬物です。これなら水分と塩分も取れるし、体も少しは冷やしてくれそうです。夏祭りできゅうりの浅漬けは定番ですよね。いただきます。塩味はそこまで強くないけど、水気があって美味しい。夫と1本を分けていただきましたよ。こちらのお店は高翔本店さん。成田で唯一の成田山御用達の漬物製造販売をされているお店だそうですよ。成田は鉄砲漬けが有名ですよね。高翔本店さん以外にも鉄砲漬けを販売されているお店がいくつもありましたよ。また千葉県といえば落花生も有名ですよね。落花生もよく見かけました。お土産に買っていくのもいいかもしれません。きゅうりに水気があったとはいえ、飲み物も欲しいところ。そんな時に素敵なものを発見しましたよ。梅ジュース、梅カフェ和音さん。様々な梅ジュースが発売されていますが、一番人気のスイート梅丸ごと梅ソーダにしましたよ。熱中症対策にぴったりです。それがこちら。梅のシロップに梅が丸ごと一粒入り、炭酸水で割ってます。美味しそう。少し酸っぱいのかなと思っていましたが、甘くて美味しい。これはごくごく飲めてしまいますね。梅をストローでほぐして飲んだところ、少し酸っぱくて、これまた美味しい。梅ジュースを飲みながら歩いていると、なんと出汁に出会いました。笛や太鼓の賑やかな音色と男衆の賑やかな掛け声に、思わず私も夫も足を止めて見入ってしまいます。このお祭りでは10町内から10台の出汁が登場しているので、こちらの出汁以外にも見ることができそうです。ちなみにこちらの出汁の上に乗っている人形は大国主の御事、別名大村寺の神です。こちらの出汁は神話の出汁と呼ばれているそうですよ。他にはどのような出汁が見られるのか楽しみです。
さて新勝寺に向けて進んでいきます。歩いていると魅力的なお店が多くて、なかなか歩みが進まないんですけどね。さてこちらはおせんべい屋さん。こうした昔ながらのお店は大好きです。食べ歩きと帰りの電車で食べるように買っていくことに、醤油、海苔、ごま、唐辛子を1枚ずつ買いましたよ。とはいえこの後がっつりと他のものを食べてしまい、しかも帰りの電車では疲れて爆睡してしまったので、次の日お家で夫と一緒に美味しくいただきました。さらに進むと門前町らしい雰囲気が色濃くなっていきます。この坂を下っていくと成田山新勝寺がありますよ。ハッピを着た人たちが多いと思っていたら、なんと屋台を引いている場面に遭遇できました。大きな屋台に綱をつけて、子供から大人まで大きな声を出しながら力いっぱい引いている様子はとても見応えがありましたよ。特に男衆の掛け声と熱気はとても迫力があってかっこよかったです。この屋台は引き回し屋台というそうです。屋台の四方に獅子、鳳凰、恵比寿大黒、上り竜など立派な彫刻が施され、重厚で威厳のある屋台ですよね。そしてこの坂には絶対に立ち寄りたいお店があるんです。それがうなぎの名店川豊さん。ちょうど屋台が通った後で渋滞が起きていたため撮影を控えたので、この映像は15時頃撮影したものです。私たちが行ったのはちょうどお昼の12時過ぎ。混んでいるだろうなと思ってはいたのですが、なんとこの時は2時間50分待ち。さすがにお腹が減って待てないよねということで夫としょんぼり歩いていたのですが、なんと新勝寺の近くの建物で川豊さんが臨時営業されていたのです。しかも多くの方が知らないのか、待つことなく入ることができたんですよ。この臨時営業はこういう祇園祭やお正月などの特別な日しかされていないそうです。この大きな建物の1階と2階が客席になっていて、入り口で先に注文して館内放送で番号を呼び出されたら取りに行くスタイルになっています。せっかくだから奮発しようということで、私も夫も上うな重を注文しました。うなぎはこちらで焼いてくださるので、もちろん出来たてでいただくことができるんですよ。会計を済ませると番号が書かれたレシートと利用方法の紙を渡されて好きな席で待ちます。英語と中国語の説明書きもあるので、海外からいらした方も安心ですね。お茶やテーブルの上にポットが置いてあり、ずっと外にいた私たちは暑くて汗だくだったので、冷たいお茶がとにかく美味しかったです。うなぎが焼き上がるまで待っていると、なんと目の前を出汁が通っていくではないですか。私たちは2階の窓際席に座っていたのですが、ほぼ同じ目線の高さに出汁が見えるので、これにはびっくり。このお店の前の広場が出汁や屋台を停車する場所だったようで、他にも出汁が入ってきていましたよ。これまたいい場面に出会いました。お茶を飲んで目の前を通る出汁を見ていたら、私たちの番号が呼び出されましたよ。もう開ける前からドキドキしちゃいますね。それでは開けさせていただきます。わー、
私も夫も声が出てしまいました。なんと美しい見た目でしょうか。蓋を開けた瞬間、タレの焦げた香ばしい香りがして、もうすでに美味しいですよ。それではいただきます。何これ、箸ですっと切れます。柔らかいですね。思わずごくりと喉が鳴ってしまいました。一口いただいてびっくり。ふっくら柔らかで、米と混ざり合う感じも素晴らしく、美味しい。自然と目をつむって美味しさに浸ってしまいました。二口目は山椒をつけていただきましたよ。美味しい山椒とうなぎのタレの香ばしさが抜群に合いますね。なるほど、美味しいとはこのことでしょう。美味しかった。幸せいっぱいになりました。さて、新勝寺に向かおうと思ったのですが、せっかくなら甘味も食べたいと思い、新勝寺の前にある米屋羊羹さんへ。成田は栗羊羹発祥の地なんですよ。せっかくなら栗羊羹を食べたいと思ったのですが、なんと売り切れでした。これはまた次の機会ですね。では今度こそ新勝寺へ。総門の前に山車が止まっています。山車と総門が同時に見られるこの景色、すごいですね。グッドタイミングでした。ちなみにこの山車に乗っている人形は八幡太郎義家、平安時代の武将源義家のことです。歌舞伎浄瑠璃で作品にもなっているそうで、その物語が山車の飾りとして彫刻されているそうですよ。迫力のある山車を見届けたら、いざ新勝寺にお参りへ。総門は総欅造りで高さが15メートルあります。総門の前からの眺めもすごいですが、後ろからの眺めも圧巻です。こちらの門は578年に創業された世界最古の会社金剛組の宮大工により2008年に建立されたそう。総門を通り抜ける際はぜひ見上げてみてくださいね。欄間をよく見てみると、十二支の木彫刻が施されているんですよ。総門をくぐり歩いていくと、階段の上に仁王門が見えてきます。先ほどの総門もすごい迫力ですが、こちらもなかなか負けていません。大提灯には魚河岸の文字があります。成田山は築地魚河岸の人たちからも強い信仰があり、仁王門に大提灯を奉納するのが古くからの伝統だそうですよ。提灯の裏には漁業関係の名前が書かれていました。それにしても大きい。重さはなんと800キロあるそう。こちらも通り過ぎるときは提灯を真下から見上げてみるのがおすすめです。大提灯の底に龍の彫刻を見ることができますよ。仁王門をくぐると、とても広い空間に大本堂と三重塔が現れます。この日は気持ちがいいくらい晴れていて、なんとも素晴らしい景色ですよね。成田山新勝寺は平安時代に朱雀天皇より勅命を賜った大僧正が御護摩祈祷によって平将門による乱を収めたという開山縁起を持っています。この御護摩祈祷は940年の開山以来1000年以上毎日欠かさずに大本堂で行われているそうです。参拝を済ませると御朱印をいただきました。御朱印帳って旅やお出かけの思い出にもなるのでいいですよね。御朱印の後は三重塔へ。江戸時代半ば1712年に建立された重要文化財です。塔の高さは約25メートルあります。下から眺めると
まるで羽ばたいているかのように左右に広がりがあり、とても美しい色彩で思わず見入ってしまいますね。その他にも美しい建物がいくつもありましたよ。行かれた際はぜひご覧になってみてくださいね。またさらに奥に進んでいくと出世稲荷なんていうのもありました。暑いのですが風が吹いていて気持ちがいいです。この成田山新勝寺の敷地はとても広く、さらに奥に進んでいくと学堂があります。こちらも重要文化財だそうですよ。こちらは2代目の学堂ですが、初代の学堂は1821年7代目市川團十郎が現在の1億円相当の千両を持って寄進されたそうです。歌舞伎の舞台で成田屋と掛け声がありますが、成田屋の屋号はここ成田山からです。初代の市川團十郎は跡継ぎに恵まれず、当時の本堂である薬師堂で子授けを祈願したところ、待望の長男を授かったそう。成田山と市川宗家はこうしたご縁があるんですね。さらに奥には光明堂がありました。こちらも重要文化財です。恋愛成就、縁結びのパワースポットとも言われています。成田山新勝寺はまだまだ広いです。さらに進むと平和大塔があります。これまた大きな建物です。ここは見どころがたくさんありますね。とにかくたくさん歩くので、歩きやすい靴で行かれることをおすすめしますよ。また平和大塔の前にある階段を降りると成田山公園があります。成田山公園は東京ドーム約 3.5 個分にもなる大きな公園なんですよ。一歩足を踏み入れると木々の間を通り抜ける風の音や虫の鳴き声が聞こえて別世界に来た気がします。公園内では梅、桜、富士、菊、紅葉など四季折々の花木を楽しむことができるそうですよ。ただ敷地内には自販機が見当たらないので、参道で事前に飲み物を買っておくといいですよ。木漏れ日がとても気持ちがいいです。静かな空間に心が安らぎました。成田山公園を出ると先ほどの三重塔のあたりに出てきました。行きはちょうど山車が通っていて、参道の坂の途中にあるお店を見れなかったので、帰りはいろいろと立ち寄ってみることにしましたよ。まず最初は公園散策で喉が渇いてしまったので、懐かしいラムネを買いました。ラムネを飲むのは久しぶりです。とりあえず参拝と公園散策お疲れ様の乾杯。美味しい。喉が渇きすぎて一気に3分の1ほど飲み干してしまいました。参道はにぎわっていますね。昔からの面影も残っていてとてもいい雰囲気です。さっき食べたうなぎ屋の川豊本店さんがありました。15時頃に行くと40分待ちになっていましたよ。この時間でも40分待ちってすごすぎ。ここのうなぎはとても美味しかった。本店を訪れてその美味しさの秘密が分かった気がします。なんとお店の前で生きたうなぎをさばいていたんです。そりゃあ新鮮ですよね。ぜひ皆さんも成田山新勝寺に行かれた際は、ここの美味しいうなぎを堪能してみてくださいね。
参道を歩いていたらまた出汁に出会いましたよ。やっぱりお祭りっていいですよね。それでは散策再開です。歩いていると気になったのがこちらの竹細工のお店。かごやざる、風鈴など素敵なものがいっぱいです。また美味しそうな香りにつられて焼き栗のお店へ。美味しそうな香りはここからですね。せっかくなので一袋買って帰ることにしましたよ。一袋注文すると焼きたての栗を袋に詰めてくれます。栗ゲットです。普通に持っていますが、実はとても熱かったです。さて次のお店へ。ちょうど出汁が通っていたのでお店の外観は撮影できなかったのですが、長命線という酒造屋さんに立ち寄りました。利き酒コーナーやさまざまな日本酒が置かれています。先日9月9日に1000本限定で秋吟醸純米酒が発売されたというので、こちらを1本買って帰ることにしました。いいお土産が買えましたよ。これまたいい眺め。成田山新勝寺の参拝をし、参道で食べて飲んで大満足の散策ができましたよ。今回は成田山新勝寺食べ歩きのご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。